H ニュースチャンネルへようこそ。安全で幸せな1日を。お帰りなさい。皆さん、こんにちは。前回は、クリスマスイブの幽霊という映画で、翡翠に関する超自然的な物語についてお話しました。多くの人は、翡翠を無作為に購入してはいけないことを知っています。あなたが購入したものは、他の人のものである可能性が非常に高いです。副葬品は墓強盗から盗まれた。今日はクリスマスです。皆さんにメリークリスマスをお祈りします。次に、翡翠に関する超自然的な話をします。番組最後には、占い用クリスマスの運命についてのお話も。この物語はスーパーナチュラルコミューンから来ています。以下の物語は一人称で語られます。当時、田舎道が退屈で、学校帰りに長い道を歩いて家に帰らなければならなかったのを今でも覚えています。歩きながら雑草を抜いて幸せな気分になるのが好きでした。雑草を抜いていたら、突然、干し草の山の中に、如意と書かれた翡翠のペンダントがあることに気づきました。それで、喜んで拾い上げ、すぐに首にかけました。それから学校に行きました。1限目が終わった後、友達とおしっこをしに行きました。授業の途中で、雲がいるような気がしました。それが目の前に飛び出してきて、顔に雲の糸がついてしまいました。私は雲の糸を振り始めましたが、友達は私がバカみたいでトイレもまともにできないと笑って言いました。なぜ私はそこにぶら下がっていたのですか？授業が終わったら手を洗って玄関から出ました。私は廊下で友達と笑い、冗談を言い続けました。授業のベルが鳴った後、席に戻り授業を続けました。特別なことは何も起こりませんでした。学校が終わって家に帰ってもまた遊びました。翡翠のペンダントで遊んでいるうちに眠ってしまいました。私は寝て学校の夢を見ました。場面はゆっくりとトイレへ。中に入るとトイレの照明が点滅していました。ダメ、トイレに行かなきゃと言いたくておしっこに行きました。突然、朝のようなことを思い出しました。このようなことが起こりました。突然、雲の糸が再び現れ始めました。私はそれを振り始めて目を開けました。雲の糸がなぜ黒いのか驚きました。見上げると、超無敵で凶暴な長髪の女性幽霊がいた。彼女は150歳でした。彼女の顔は真っ赤になり、凶暴な表情で私の首をつねりました。それから彼女は私に話しかけて、私の翡翠のペンダントを返してください。私の翡翠のペンダントを返してください。と言いました。首を絞められ、もがき続けた時は本当に悲しかったです。夢から覚めても、まだ葛藤の感情は消えなかった。本当に誰かに喉を締められたような気がして、息が切れそうになった。私はまだ小さかったので、おばあちゃんに相談しました。私はあまりにもぐっすり眠っていたので、祖母の肩を見て助けを求めようと思いました。でも、振り返ってみると、おばあちゃんが口を開けてとてもぐっすり眠っていました。どんなに呼んでも彼女は起きませんでした。私は彼女に助けを求め続けました。しかし、この世界は私から孤立しているように思えました。それから私は心の中でこう考えていました。これがあなたの翡翠のペンダントであることをどうやって証明するつもりですか？これが私が拾った結果です。女の幽霊が突然私の目の前に現れ、翡翠のペンダントを返せと激しく言いました。翡翠のペンダントの裏には、如意という文字が書かれていました。それは正しい。私に何ができるの？私はますます強くつねられたので、わかった、ごめんなさい。どうやって返済できますか？というのに苦労しました。この時、女性の幽霊は元の場所に戻し、突然夢から覚めたという。とても怖くて泣き続けました。とても怖かったです。突然音が聞こえたので、私は再び振り返った。それはおばあちゃんのいびきをかいていることが判明しました。おばあちゃん、ぐっすり眠っています。あなたの孫は危うく絞殺されそうになりました。次の日の学校が終わると、私はできるだけ早く朝食を食べて、昨日いた場所へ走りました。
私は首から下げていた翡翠のペンダントを外し、草の上に投げました。振り返らずに返済すると言いました。学校を出て家に帰った後、昨日女性の幽霊に首を絞められたと祖母に話しました。私はあなたに助けを求めたかったのですが、あなたは私を無視しました。そしておばあちゃんは怖がって言いました。なぜこんなことが起こるのですか？何が起こったのかを祖母に話すと、彼女はこう言いました。死んだ子供、よものをむやみやたらに拾わないでください。特に翡翠のペンダントは。それが他人の遺品かどうか、どうやってわかるのですか？この件は次々と伝えられ最終的に当時おばがいてその元が不倫をしていたことが分かりました。その結果、おばは堤防にいたので何も考えることができませんでした。輸送中に翡翠のペンダントがその場に落ち、その翡翠のペンダントは元からの贈り物だった。人は生きていく上で自分自身について最も大切なものがあると思います。好きなものにはこだわりが強いので、翡翠に限らず手に取らないようにしてください。何かを見つけたら、すぐに警察に電話してください。誰かがラップトップを拾うのを手伝い、メッセージを送ったというニュース記事を見たことがある。それを警察署に。それどころか、横領の容疑者が数年間にわたって審理される裁判所は、すべての人に善行をするなと言っているのではなく、善行をして自分を守るようにと言っているのです。貴重品を見つけたら、まず警察に通報してください。次の超自然的な話をしましょう。私の個人的な経験についての話。私が大人になった時、私の友人は中国本土でビジネスをしていました。彼は私が翡翠が好きなことも知っていたので、私に翡翠のブレスレットをくれました。たまたま私の翡翠も割れてしまいました。友達が突然またくれました。それは運命だと思ったので、私は尋ねました。友達が、この翡翠のブレスレットどうやって手に入れたの？と言いました。友人は、翡翠店の店主がそれを私に安く売ってくれたと言いました。友人の話を聞いて何も問題ないと思いました。結局のところ、装着してからすぐに片頭痛が起こり始めました。予定していた案件はすべてキャンセルとなりました。クライアントが発行したチケットが遅れました。翌日行ってみると、その会社はすでに忙しかった。建物は空っぽで、彼らはずっと前に逃げ出したのだ。最悪だったのは、ガールフレンドが浮気して、私の頭が翡翠のように緑色になったことです。その後、真夜中に堤防に散歩に行こうと思った時、遠くの街灯のところに女性が立っているのが見えました。私は彼女を無視して歩き続けました。私が彼女に近づいた時、突然その女性は私に、機嫌が悪いですか？と尋ねました。この少女は青白く、全く色がなかったように見えました。私はその通りだと言いました。彼女は言いました。橋の上を歩いたら気分が良くなると思わないですか？どうして？と私は言いました。彼女はまた、別れれば気分が良くなるだろうとも言いました。最も奇妙だったのは、彼女の言ったことは非常に合理的であると突然感じたことです。突然母から電話があり、私は電話に出ました。母は私に、早く家に帰った方がいいと言った。あまり考えないでください。電話を切り、すぐに堤防を離れました。私は彼女がそこにいるかどうかを確認するために振り返らなかった。家に帰ってから、なぜこの1ヶ月でこんなに色々なことに遭遇したのかをよく考えてみました。私は次の日に別れを告げに行こうと思いました。その夜、堤防の女の子が目の前に立って何も言わずに私を見続ける夢を見ました。彼女はただ私を見つめ続けました。その後、目が覚めた時、私はそれがうまくいくわけがない、と自分に言い聞かせました。すぐにお見舞いをしたかったのですが、先輩にお会いしました。彼は私を見ると、あなたの手に持っている翡翠は副葬品だと言いました。そして私は、先輩、どう思いますか？と言いました。先輩が私に、最近何か夢を見ましたか？と尋ねました。私がその夢の話をすると、兄はこう続けました。できるだけ早く翡翠を処分することをお勧めします。
そうしないと、将来何かが起こるでしょう。翡翠は墓強盗によって掘り出されました。女の子はとても不幸でした。兄の言葉を聞いた後、私ジェイドは堤防のどこかの塚に埋められました。それ以来、彼女に奇妙なことは起こらなくなり、人々はより正常になりました。